時は五漢末期、冷帝の時代、中将時により汚職と搾取が蔓延し、苦しむ民衆は、昇格の先導のもと、大反乱を起こした。黄巾の乱である。黄巾の乱は1年を経たずに鎮圧されたものの、今度は西方の領州で、偏将、関水の乱が発生した。平帝は四空の長音を反乱鎮圧の総大将に任命し、その下に東卓、孫権、公孫燦、東権らがつくという布陣で臨むことになったが、公孫燦東岸の騎兵は兵糧不足のため参加できなくなってしまった。長音は社稷将軍に任命され、領州平定に赴くことになった。その長音を訪ねてきた人物がいた。長音が以前から招聘を試みていた在野の賢人、長元である。これは、ようこそお越しいただきました。これまで何度お招きしても応じていただけなかったのに、本日こうして自らお越しいただくとは嬉しい限りです。私は本日、将軍に一言ぜひ申し上げたいことがありまいりました。ぜひお言葉を承りたい。天下に盗賊が雲のように湧いているのは、宦官どもが無道なためです。朝廷の官には兵楽官であなたの軍の送別会を準備しておられるそうですね。今、あなたの権威は天下に重く、6軍の大権を握っておられます。主演の機会に、ドラを鳴らして太鼓を打ち、軍隊を動かして宦官どもを追放し、天下の民の苦難を取り除かれてはいかがですか。そうすれば、偏将、関水のようなものは勝手に手のひらの上で転がせるでしょう。いかがでしょうか。あなたの話が気に入らないわけではない。しかし私にはできない。どうすればいいか。これを行えば福となり、行わなければ賊となるのです。今はあなたと永遠のお別れです。私はこの毒を飲んで。待て。あなたは私に心から忠告をしてくれた。問題があるのはあなたの言葉を用いることができない私の方だ。そんなことをしないでくれ。それに言葉はあなたの口から出て私の耳に入っただけで他に誰も聞いてないではないか。こうして長音は政変を起こすこともないまま洛陽を出発していった。漢帝の時代から有益な上奏を数々行い、長郭の反乱を予見していた劉東。この時国家の財政は厳しく、朝廷の役人は長音の軍に進軍をしきりに督促していた。これは危ない。偏将、関水側の将帥のほとんどは蘭渓の部下だった連中だ。奴らは軍事に精通し、地形に詳しく、計略に通じている。もし奴らが官軍の裏をかいて加東から都に進軍してきたらどうなる。ここで無理に進軍させても後援部隊はない。もし負けたら取り返しがつかないぞ。軍事行動より今やるべきことは明らかだ。進言せねばならぬ。劉東から上奏。どれどれ、天下が乱れたのは宦官たちのせいであるだと。ふむふむ。いかん、これは危険だ。急いで劉東を陥れないと。陛下、劉東は賊と通じております。なぜそんなことがわかる。州軍からは何も報告が上がっていないのに、劉東が賊の動向を詳しく知っているのはその証拠です。黄巾が平定されて天下は安定しているというのに、劉東は怪しいことばかり言って政治を乱し、賊につけ入る隙を与えようとしているのです。そうか。劉東を逮捕して取り調べましょう。そうすれば真偽が明らかになります。わかった。今すぐ劉東を逮捕せや。劉東は投獄され、連日厳しい拷問を加えられて亡くなった。天下の心ある人々は皆彼の死を悲しんだという。臣下が直言すると、すかさず宦官が讒言、そして投獄して殺害。このパターン、今まで何度あった。その通りだな。この時、かつての人の陳丹も直言して同様に獄死している。もう直言するだけ損だな。実はこの陳丹は、この3年前に曹操と一緒に宦官や悪徳管理を痛烈に批判する上奏を冷静に行い、宦官から憎まれていたんだ。じゃあ曹操も一歩間違えれば命がなかったかもしれないんだな。その可能性はあったかもしれない。なぜ曹操は助かったの。たまたま地方にいたからかもしれないし、父親の宗数が後ろ盾になっていたおかげだったかもしれない。それで歴史が変わったかもしれないな。さて、遠征軍の将に起用された董卓だが、彼は自分の処遇に不満だった。なんで俺が長音ごときの下につかなきゃならねえんだ。趙将軍が軍勢の指揮などできるのですか。あんな能なしに何ができるってんだ。あんな奴の命令を聞くなんて絶対嫌だ。とはいえ、陛下の証書も受け取っているのですから、行かないわけには。分かっておるわ。結託そ悪い。どうされますか。準備されますか。俺がその気になれば準備してやるよ。いつになるかわからんがな。全員とっくに揃ったのに、東中英だけまだやってこない。いつになれば来るんだ。一体何をしているんでしょうか。朝廷の役人はしきりに銀軍を督促しているというのに。天使の御事のりも降りているのに、なんという身勝手な。やれやれ。遅いではないか。
なんでこんなにやってくるまでに時間がかかったのだ。どうせお前は上がいねえと一歩も前に進むことなんかできねえんだろう。何抜かしてんだ。なんだと。ちょっとよろしいですか。こうした。光沢めは罪を恐れず威張って大きな口を聞いております。お召しに対してすぐさまやってこなかったという罪で軍法を発動して彼を切られるべきです。いや、董卓はかねて頼廊下ら職一体で異名を表している。今彼を殺すと西に軍を進めるのによりどころを失うことになる。霊光様は親しく天子様の軍を率いられ、ご威勢は天下を震わせております。どうして董卓を頼りにされる必要がございましょう。董卓の申し分は明光様をないがしろにしたものであること明白です。上に立つ者を軽視して無礼な振る舞いをした、これが第一の罪です。もともとすぐに賊を討伐すべきだったのに、董卓はまだその時期ではないと言って軍事行動を妨害しました。これが第二の罪です。董卓は任務を授かりながら案の手柄も立てず、お召しを受けてもぐずぐずして応ぜず、しかも思い高ぶって自らを尊しとしております。これが第三の罪です。今明光様が董卓の下手に出てすぐさま中罰を加えられないならば、刑罰の厳格さは失われてしまいます。いや、お前はひとまず引き下がるように董卓に疑惑を持たれてはならない。わかりました。趙雲は結局決断を下すことはなく、孫権はやむを得ず退出したのである。長安の近郊には全館の帝王の陵墓が連なっている。その中には多数の財宝が副葬品として埋められている。扁将関水軍はこの財宝を狙い三歩に侵入。そして朝廷軍は何としてもそれを防ぐべく利用に駐屯した。朝廷軍は各軍の兵を合わせ歩兵騎兵総勢十数万の大軍。朝廷軍は数は多いが寄せ集めた。董卓軍以外はそれほど恐れるに足らないぞ。お宝は目の前だ。金銀財宝取り放題だぞ。行け。費用で両軍は激突した。扁将関水軍の将士は皆清涼の歴戦の勇士。朝廷軍は多勢にもかかわらず戦況は不利だった。我が軍は押されております。まずい。皇帝領が蹂躙されるようなことがあれば。彼らはどんな罪に問われることか。朝廷軍は連日戦うも敗戦を重ねた。しかしある夜のこと。眩しい。これは不吉だ。何か悪いことが起こるに違いない。そうだそうだ。これは早く帰れっていう天のお告げだ。この時十数丈の光の長さの流星が現れ、扁将関水の軍営の中を照らし、軍営は大騒ぎとなった。反乱軍はこれを不吉な印と考えて一斉に撤退を始めた。これは天の助けだ。今すぐ追撃するぞ。わかりました。直ちに前進しましょう。董卓と奉公は一緒になって撤退する反乱軍を追撃した。そしてこれを大いに破り数千の死球を挙げた。よし、追撃だ。奴らを追い詰め一気に平らげるぞ。流星をきっかけに形勢は逆転した。反乱軍は西方に逃げ帰り、追撃する朝廷軍は領州に進軍していくのである。赤丸です。反乱発生から1年、ようやく朝廷軍は反乱軍を三歩から撃退しました。また董卓を切るべきだという孫権の進言は受け入れられませんでしたが、後でそれを知った人々は皆感嘆したといいます。今回趙雲が趙元と孫権の進言をいずれも採用できなかったことは残念というしかありません。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。